ドリームランナーチャンネル。こんにちは、司会の広岡です。ドリームランナーチャンネルのご視聴ありがとうございます。今回もホンダコレクションホール様の特別な許可をいただき、マスクを外して撮影させていただいております。今回のお題はこちらの CB750F です。今回はこちらインテグラの前で撮影をさせていただいております。今回もホンダで主にエンジン開発を担当された渡辺信之さんに来ていただき、いろいろ教えていただきますので、ゆっくりとご覧ください。では、CB750F の概要を振り返ります。CB750F は1979年に発売されました。その前年にはですね、輸出向けに CB900F が発売されております。そして、1983年には CB1100F が輸出用で発売になっております。このバイクの特徴としましては、他社に先駆けた4バルブによる鋭い加速、そして流麗なスタイル、そしてセパレートハンドルなどによるスポーティーな乗り味で大ヒットいたしました。では本日のコメンテーター渡辺信義さんをご紹介いたします。渡辺さんはホンダ技術研究所で二輪レーサーのエンジン設計をやられるとともに、世界モトクロスの監督として上昇ホンダを引っ張ってこられました。ホンダ卒業後も講演活動や空冷星型エンジンの開発などで後進の指導に当たられております。渡辺さん、どうぞ。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、では渡辺さんにちょっと教えていただきたいんですが、発売当時このバイクのですね、加速の良さと俊敏な操縦性には私もびっくりした記憶があるんですけれども、どうしてこんなにスポーツ性の高いモデルができたんでしょうか。そこら辺をよろしくお願いします。はい、ですね、この CB750F、前回になった、バイクですけども、69年に最初の750フォアを出しまして、実はですね、ホンダ技研としては70年から75年の間ですね、四輪のアメリカのマスキー法対策ということで、レース部門はですね、輪も四輪もですね、そちらに集中しろということで、そちらにですね、メンバーが割かれていまして、市販車は、残りのメンバーでやったということもありますけど、そういう流れの中で、ホンダがですね、スーパースポーツという、流れを生み出したんですが、当然進化をさせなくちゃいけないという中で、この750はですね、ちょうど78年、頃にですね、次期スーパースポーツということで進化版を出そうということになりまして、先ほど話あったように、欧州アメリカ向けは900、それから国内向け750ということで、中身はちょこっと違いますが、一応生産ラインを、利用してできるという方法で、開発をしました。ところがですね、80年代ぐらいになると、他のメーカーさんもですね、よし、うちもでかいバイク作ろうということになりまして、ホンダは、海外向け900というね、排気量でやったんですが、川崎さん、鈴木さんは追っかけて、さらにその上を行くべく 1000cc のバイクにしてきました。で、ホンダもですね、そのままっていうわけにはいかないもんですから、じゃあこれをベースに、じゃあ 1000cc でレースで、堂々と、渡り合って勝てればですね、優秀性が、証明できるだろうということで、81年、82年アメリカのデトナのレースでですね、900ベースの 1023cc かな、改良版のバイクで、スペンサーを筆頭にワンツースリーということで、このバイクの優秀性が実証できて、後の、市販に結びつけたかなと。当然69年からはですね、構造も、DHC の4バルブになってますので、先ほど言った、気持ちのいい走りにもつながる内容になっております。はい、わかりました。ありがとうございます。それともう一つちょっと聞きたいことがありまして、
このバイクやはり未だに人気があるわけなんですけども、私聞いた話ではですね、確かに900とか1100は球数も少ないんですけども、それを考慮に入れてもですね 750cc の人気が高いっていう話を聞いたんですけど、そこら辺の理由っていうのは何かありますか？ですね、基本が750が、バーストでいう62、62ということで、ストローク短いということは、やっぱり少し回転を引っ張る方向のエンジンですけど、大きい排気量になるとですね、むしろアクセルワークで、より安全にコントロールできるということを重視してやってますので、ちょっとだけそういう違いはね、あると思います。それにしても750で、200キロオーバーのバイクですから、やっぱり乗るのはね、十分安全に気をつけて、性能がいいのに負けないように安全運転で乗ってもらえばというふうに思います。そうですね、わかりました。どうもありがとうございます。CB750 開発のエピソードはいかがでしたでしょうか。このバイクが人気が出た理由も分かっていただけたんではないかと思います。ホームページの概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もご活用ください。今回も、モビリティリゾートもてぎホンダコレクションホール様のご協力をいただきました。ありがとうございました。それではまた会いましょう。どうもありがとうございました。